さんこんにちは、山本和子です。今日は日本史の中で活躍した歴史上人物の一人、本阿弥光悦について解説していきたいと思います。本阿弥光悦は元祖マルチアーティストと言われるように、書道とかね、あとは陶芸とか、いろんな分野で活躍した本当に多彩な人物と言われるんですけれども、本阿弥光悦は、もともとは刀の鑑定士の、家柄に生まれたんですね。小さい頃から、やっぱ刀の鑑定士ってことは、いろんな芸術とか、その装飾品とか、そういうものに触れてきて、いろんな審美眼を培ったというふうに言われています。日本美術史の中で、やっぱり有名なものの一つとして、琳派が挙げられると思うんですが、その琳派の創始者として本阿弥光悦はすごく有名で、その琳派っていうのは、家柄とか血筋とは全く関係がなく、こういう感じのスタイルとか、こういう感じの様式っていうものを琳派っていうと思うんですが、その琳派がどういう風に生まれたかっていうと、本阿弥光悦が44歳の時に画家の俵屋宗達に出会うわけです。俵屋宗達といえば、風神雷神図屏風ですごい有名だと思うんですが、彼がね、大活躍したきっかけっていうのがやっぱり本阿弥光悦との出会いだったんですね。なんていうか、本阿弥光悦は俵屋宗達をプロデュースするっていう側面もありながら、才能を見出すっていう一面もあったと思うんですね。本阿弥光悦と俵屋宗達は合作で、いくつか作品を書いてるんですね。本阿弥光悦は当時から、江戸時代初期の時代だったんですけれども、当時からすごい大活躍して有名で、みたいな。徳川家康から京都の北部の鷹ヶ峰っていう土地を与えられたんですね。芸術村を開くんですよね。日本全国からいろんな芸術家を募って、そこでアーティストビレッジみたいなのを作り上げていくわけですね。今でも光悦寺っていうお寺が残ってるんですけど、光悦は書家としても名を馳せていって、江戸時代には寛永の三筆の一人としても言われていました。本阿弥光悦の作品で今二つ国宝として指定されているものがあって、その一つが白楽茶碗の富士山っていうものなんですが、光悦は陶芸家としてもすごい活躍していて、その富士山が国宝に指定されています。で、もう一つの国宝は、船橋蒔絵すずり箱なんですが、斬新なデザインでファンもすごい多いかと思います。今回は、本阿弥光悦について解説しました。今後も日本の、あとは世界のね、いろんな面白い、アーティスト、芸術家だったりとか、いろんな鉄工王とかね、私アンドリュー・カーネギーが好きだから、鉄工王とかね、たくさんいろんな人をこれからこの YouTube チャンネルで紹介していきたいなというふうに思っています。でね、今日の着物こちらです。こちらです。これ、全然アンティーク着物じゃなくて、新品で買ってものすごい値段だったんですけど、ものすごい値段とか言って、店員さんもすごいね、私も欲しくなってきたって思うぐらい、私いろんな着物を試着させていただいてたんですけど、これ着た時に、帯が白なんですけど、横浜とかさ、神戸とか港を連想するような絵柄で、
波の白をイメージしてみたいな感じで、可愛いなと思って即決して、こちら購入いたしました。はい。だから店員さんも私欲しいって言ってました。これからもね、私、いろんな着物ね、着ていきたいと思います。で、柄入りとかね、いろいろ挑戦していきたいと思います。今日はここまでです。ありがとうございました。